皆さん、こんにちは。ハンドメイド作家のみーたまです。今回の動画は、アジサイのイヤリングを制作いたします。アフレコで韓国史についてお話をしております。よかったら最後までご視聴いただけると嬉しいです。前回の動画では韓国ドラマのチャングムの誓いに登場していた3番目の王妃やその手下となったチョンナンジョンの史実はどうだったのかについてお話をいたしました。続きをお話ししていきます。ジャク・ソエピョンは1527年に起こりました。この事件はセジャの12歳の誕生日の前後に発生しました。セジャとは日本でいうと皇太子にあたります。次の王位継承者のことです。セジャは2番目の王妃が産んだ嫡男である後のインジョンです。セジャの住まいの大きな木の枝に焼かれたネズミの亡骸がかかっていました。同じようなネズミの亡骸が王様の住まいの近くでも見つかり、これはセジャに対する呪いだと考えられました。当時、王族を呪う行為は重罪でしたから、王宮内は大騒ぎになりました。犯人探しが始まりましたが、決定的な証拠は見つかりませんでした。その中で疑いの目が向けられたのがキョンビンパク氏です。彼女はジュンジョンに寵愛されていた側室で長男となるポクソン軍を産んでいました。側室の子供ですが長男ですから、もしセジャが創生するようなことがあれば、ポクソン軍が次の王位継承者となる可能性がありました。そのため、キョンビンパク氏の影響力は大きかったのです。この事件の時、ポクソン軍は18歳、セジャは12歳、ジュンジョンは39歳、ムンジョンワンフは26歳で、ムンジョンワンフにまだ王子は生まれていませんでした。この事件の時、王妃よりも側室の方が影響力のある状況なのです。これはムンジョンワンフにとっては目障りな状況です。証拠はないのに、キョンビンパク氏が呪いをかけたと決めつけられました。その結果、キョンビンパク氏と彼女の子供たちは王宮から追放されました。6年後、王女たちは許されましたが、キョンビンパク氏とその息子は王命により絶命させられました。しかし、後になってこの事件はキム・アンロという権力者が政敵を始末するために息子を使って引き起こした事件だということが明らかになりました。ただし、諸説あります。一つ目、本当にキム・アンロが真犯人だったのか。二つ目、ムンジョンワンフが
長男城を使ってキョンビン博士を陥れる計画だったのか。一つ目についてですが、いくつか疑問点があります。キム・アンロの息子はチュンジョンの娘と結婚していました。その娘はインジョンの同母姉、つまりインジョンのお姉さんです。キム・アンロの親子はインジョンにとって姉の夫と義理の父にあたります。インジョンを呪う理由は何でしょうか。そしてキム・アンロが真犯人であることが明らかになったのは、キム・アンロ親子とインジョンの姉が亡くなった後のことです。亡くなった人に罪をかぶせてこの事件を解決としたかったのでしょうか。2つ目についてですが、結局誰が利益を得たのかを考えてみると、ムン・ジョンワンフが有利なポジションを手に入れたとなります。2つ目の説の方がしっくりくるような気がします。しかし、はっきりとした証拠はなく、真相は歴史の闇の中です。ジャン・ソエピョンは陰謀の匂いがプンプンする事件ですね。インジョンはわずか3歳で文字を読め、8歳になると国内の儒教における最高教育機関であるソンギョングァンに入りました。とても頭の良い子供でした。彼は静かな性格で儒教の教えを大切にしていました。宮女を東宮から追い出し、女性を近づけないほどでした。東宮とは次の王位継承者の住まいのことです。ある日、チュンジョンが病気で倒れてしまいました。インジョンは父のことが心配で、自分から毒味をしたり、寒い冬の中で再会沐浴をして夜通し父の回復を祈りました。再会沐浴というのは、神仏に祈る前に飲食や言動を慎み、水を浴びて心身を清めることです。父であるチュンジョンが亡くなった時、インジョンは6日間も食事が喉を通らず、5ヶ月間も泣き続けていました。インジョンには本当に困ったことがありました。それはママ母のムン・ジョンワンフです。彼女はとても意地悪で嫉妬深い女性でした。インジョンは何度も命を狙われました。時代を少し戻します。インジョンがセジャだった頃のお話です。ある時、東宮、つまり次の王位継承者の住まいで火事が起こりました。インジョンはその時結婚していて、正室と一緒にいました。火事が起きた時、インジョンはまず正室を逃がそうとしました。そして
自分は静かに座って焼けて最後を迎える覚悟をしました。彼は火事の原因がムンジョンワンフだと思っていたのです。彼女がそれほど自分を嫌っているなら、それに従うのも親孝行だと思ったのです。しかし、外から必死に呼ぶ父の声を聞き、父には親不孝になってしまうと思って、正室と一緒に火の中から出てきました。火事の原因はネズミの尾に火をつけた放火だったのです。犯人探しが始まるかと思いきや、うやむやとなってしまいました。それでもインジョンはママ母を恨むことはなく、むしろ自分の孝行が足りなかったと反省しました。そしてムンジョンワンフの息子であるミョンジョンに王位を譲ろうとし、自分の子供を作ろうとしなかったのです。こうしてみると、インジョンの境遇は本当に胸が痛みますね。ムンジョンワンフは本当にやりたい放題です。悪行を止める人がいなかったのでしょう。朝鮮王朝では政治の派閥争いが激しい時代でした。チュンジョンの治世中はフングパとサリンパが激しく対立していました。チュンジョンはフングパを牽制するためサリンパを登用しますが、サリンパは失脚し、チュンジョンの改革は失敗します。チュンジョンの晩年頃、政治の実権をめぐって別の政治派閥が対立していました。インジョンの外戚とミョンジョンの外戚です。インジョンの外戚をデユンパと言います。インジョンの聖母の兄にあたるユン・インが率いていました。インジョンにとって叔父にあたります。対する派閥はソユンパと言います。ムンジョンワンフの弟であるヨン・ウォニョンを中心としていました。ミョンジョンにとって叔父にあたります。それぞれの派閥のリーダーであるユン・インとユン・ウォニョンは遠い親戚です。チュンジョンが亡くなり、インジョンが即位すると、デユンパが優位となりました。ムンジョンワンフやユン・ウォニョンにとって目障りな状況です。このような背景があり、インジョンはムンジョンワンフが差し出した餅を食べた後、具合が悪くなり、そのまま帰らぬ人になります。即位後、わずか8ヶ月でした。毒入り餅だったのではと疑わしいですね。インジョンが重病になってから、ムンジョンワンフは王宮の外に嫁いだ自分の娘の家に行きたいと言い出し、家臣たちを困らせました。王妃は王宮の外に出ないのが習わしでした。ムンジョンワンフの
この言動は何が目的だったのでしょうか。一つ目、宮中を混乱させること。二つ目、院長の病状を外部に漏らすことでしょうか。明正が即位し、成年するまでの約8年間、文正王府は水練調整を行いました。政治家としてどんな政治を行ったのかお話ししていきます。明正が即位すると、文正王府の弟であるユン・ウォニョンが戦王を振るいました。ユン・ウォニョン率いるソユンパがテユンパをことごとく弾圧しました。サファと呼ばれる大量粛清事件が発生しました。サファで政権を掌握したユン・ウォニョンは、先の事件で生き残ったサリンパも一掃しました。文正王府の一族が要職を独占して賄賂政治を横行させました。文正王府は仏教を厚く信じていたことから、仏教を保護して身辺に僧侶を近づけました。朝鮮王朝は儒教の国ですから、儒学者からの批判を招きました。この頃、凶作が続き、飢えて亡くなる民が多かったにもかかわらず、文正王府は何の対策も立てずに民を見捨てました。最悪の政治家です。文正王府は民衆を苦しめ、私腹を肥やした非道な悪女として知られています。